木の実得意の育成相談。ジャスパルと申します。無課金初期勢が質問に答えてみるやつ、あまりにも遅くなりすぎまして、もうミニアメブーストも始まりすぎてしまいましたので、大急ぎで回答していきたいと思います。とはいえ数があるので、今回は木の実得意のポケモンについての質問をまとめました。全8件お答えしていきます。本当にお待たせしましたし、それ以外の子たちもうちょっと待って、マジでごめん。最もねレベル上げが重要なのが木の実のポケモンかなと思ったので、ちょっとだけ先に回答していきます。ちなみに木の実得意と言ったんですが、キモリも入っております。私は彼のことをだいぶと木の実のポケモンだと思っている節があります。よろしくお願いします。そんなわけで木の実得意の無課金 Q&A 参ります。まずはこちら。お世話になります。 YouTube 楽しく見てます。ありがとうございます。一つ質問ですが、達兵衛を育成していますが、1匹目が41レベル、木の実の数 S、 お手伝いスピード M、 スキル確率アップ S、 お手伝いボーナススキル確率アップ S、 どっちかが M なのかなですが、もう1匹ゲットしちゃって15レベル、木の実の数 S、 スキルレベルアップ M、 お手伝いボーナススキル確率アップ S、 最大所持数アップ S です。悩みは1匹目を65まで育成するか、それとも50まで上げて2匹目を50まで上げるかです。アドバイスお願いしますってことで、なかなかはちゃめちゃな達兵衛2匹をゲットされたということで、おめでとう。ってことで、レベル75でお手棒を解放する現在育成中の子か、レベル50でお手棒を持ってくれている金スキルまみれの子か、どっちを育てたらいいのかという質問ですね。もう育ててるかもしれないんですけど、そうね、私的に考えてほしいポイントは、まずボーマンダにどれだけリソースを割けるかを考えてほしいなと思って、もし2匹育成するってなると、かなりの量の飴と夢のかけら、そしてミニ飴ブーストの機械をつぎ込んでいくことになるだろうと思うので、私ねすでにレベル60超えのボーマンダがいるんですけど、普通に育成する分には1匹なら割となんとかなるとは思ってるんですね。それでもアメブーストも相当使って育てたんですけど、2匹となると万能アメとかもかなり回していくことになるんじゃないかなと思うので、ボーマンダ以外のポケモンを育てるのがどれくらい後回しになってもいいかみたいなところをまずねちょっと考えてみてほしいかなと思います。で、今育成してる子もはっちゃめちゃに強いことは間違いないと思うので、2匹目が必要な理由もちょっとね考えてみてほしいかなと思いますね。例えばね、2匹目の子はスキルレベルアップ M があるので、2匹育ててそれぞれスキルを使ってもらえたらグラタンとかワッフルとかが作れるようになるのが魅力だよねとかね、なんかそのどういったところに魅力を感じるのかっていうのはね考えてみてほしいなと思いますね。なのでリソースをつぎ込む覚悟が持てるのであれば、どっちもはちゃめちゃに強いので2匹目いっちゃっていいんじゃないかなとは思います。で、どっちを先にレベル上げるかなんですけど、これはねはちゃめちゃに難しいね。そうね、これも難しすぎる話ではあるんですけど、例えば今育ててる子の第3食材を解放すると、その食材がチーム的にとても助かるとかだったら、まずはね1匹目のボーマンダをレベル60目指すのがいいだろうとも思いますし、うちはねレベル60で止めてて、あとは睡眠で育成してもう1匹ゲットできたらそっちを育成するための飴を回そうみたいな風に考えてます。で、普段お手伝いブーストダメをするとかなら1匹レベルが高いことの恩恵が大きいのかなとは思ったりもしますかね。で、逆にスキルに頼りたいみたいな場合は、まずはもう1匹も進化するところを目指して、そっからはね2体とも睡眠で経験値入れながら編成してると飴も拾ってきてくれたりとかするじゃないですか。そういうのを一旦お手棒の子にお手棒解放まで回していくとかにするかな。もしねデリバードとか飴を集められるスキルのポケモンがいるのであれば、一緒に編成するなんていうのも面白いかもしれないけど、デリバードの食材とボーマンダの食材って今相性悪めかな。みたいな感じですかね。もう本当にどっちもがっつり育成するのにふさわしいつよつよボーマンダだと思うので、育成リソースを今どれだけボーマンダにつぎ込めるのかっていうのと、今エナジーが稼げることに重きを置くのか、レベル60食材なのか、スキルなのか、お手ぶダメなのか、
自分的に重要なのはどれでどっちをどう育成していくのかっていうのは変わっていくポイントだと思うので、ぜひねそこを考えてみてほしいなと思います。一応私ならどうするんだろう。すでにねアンバー木の実のポケモンがいるメインアカウントとかだと、やっぱ低レベルだとねエナジー的に心もとないなと思うので、とりあえず1匹を一定以上まで強くしようかなって考えになりそうで、もしアンバー木の実のポケモンが誰もいないアカウントであれば、2匹来た場合は本当に他の育成状況を考慮して、鍋のポケモンがそんなに強くないなら並行して育てるにするかもいずれにせよね2匹育てるのであればかなり雨ブーストすることにはなると思うので、本当にリサーチとかでも雨がたくさん溜まることを祈ってます。そんな感じですかね。何かの参考になれば幸いです。遅くなりました。ご質問ありがとうございました。お次の質問。ジャース、いつも YouTube 拝見してます。ジャース、楽しい貴重になる動画ありがとうございます。プレパスのみ課金税の私ですが、アンバー木の実得意についてご意見をお聞かせください。アンバー木の実得意について。幸いなことにバレンタイン初日で紙炙り棒を捕まえてワッフルを作りまくっています。素晴らしい。そしてこのタイミングで AAA 睡眠 EXP ボーナスお手伝いボーナス木の実の数 S 性格冷静のキャタピーを捕まえました。現在木の実 S のみのチルタリスを使っていて、ボーマンダ厳選は終わっていません。ワッフルでの蜜需要に惹かれつつ、デザート以外だと負けんきサラダやアボカドグラタンでポテトを使うことを考えると、ボーマンダへの思いも捨てきれず悩んでいます。ドキパンはかぼちゃ担当が今いないので卵はあまり使わずです。なるほど。ちなみに夢のかけらは常に不足しがちです。パルさんならどうしますか？このキャタピー育てますか？かけながら応援しながら返信お待ちしております。めちゃくちゃ遅くなりました。もうホワイトデーもとっくに過ぎてしまいました。申し訳ない。そんなわけですでにチルタリスはいるんだけど卵はあんまり使ってないよと。そして達米厳選は終わってないけど育てたいと思ってるよと。でめちゃ強キャタピー育てますかというご質問ですね。しかも EXP 獲得量ダウンの性格でかけらは不足しがちということでね、むずいよね。悩むよねそうね、ちょっとねここは感覚が違ってるかもしれないんだけど、プレパスに入っているから育成するっていうのもありなのかなとちょっと思いました。私ねボーマンダの一番強いところって鍋拡張だと思っているので、プレパスがあって月1とか、それプラスお試しバンドルとかでね、ここぞのイベントの時にはいいキャンプチケットを使っていけると思ってるんですってなるとアンバーデザートにおいてバタフリーの貢献度って相当なものになると思うんですよね。しかもドキパン作ってないってことで鍋拡張1回で作れる料理がそこまで特にデザートでは強くないっていう状況でもあると思うので、本当にアンバーデザートの守護神としてのバタフリー採用はかなりピンポイントになっちゃうかなとも思うんですけど、ありなんじゃないかなと思いました。でこれは飴はあるという体で考えちゃっていいのかな。もしね初期から遊んでればキャタピーの飴それなりにあるんじゃないかなと思うんですけど、もし飴に余裕があるのであればキャタピー飴ブーストなしでも60万かけら前後ぐらいだっけあればレベル60とかまで育てられると思うんですよねめちゃめちゃかかるんだけど、でさすがにね使った分を即座に回収できるっていうわけではないんですけど、育成すれば特にアンバーデザートではエナジーが今よりも稼ぎやすくなるだろうと思いますし、それでねかけらも多少は増やせると。さらに睡眠 EXP ボーナスって一応事実上かけらを稼いでいるようなそんなスキルだと思ってるんですよね。育成に使うかけらをちょっと減らせるみたいな考え方ができるサブスキルなので、そこも込みで意外と60万かけら強とか使っちゃってもギリみたいなラインなのかなという気もしてますが、60万ね言うても激痛ではあると思うので、そこをどう見るかという感じですかね。うちにもね EXP 獲得量ダウンの生意気なバタフリーレベル61がいてくれてるんですけど、育てづらいのねやっぱきついなとは思いますね。レベル上げてあげたいなとも思うんですけど、本当にね今せっかちの
育てやすい海竜の方がレベル62で追い越してきてて、みたいな感じでね。まあでもね、バタフリー言うても食材ゲット S があって、スキル率低いんですけど、この子はね、お手伝いボーナスもあって、睡眠 EXP ボーナスもあってってなると、常駐させる適性は非常に高かろうとも思うので、強いとは思いますっていうね、まああんまり直接的な答えじゃないっていうね、強いと思うぜっていう、そんな感じで一ついかがでしょうかなのでアンバーデザートの守護神として採用できて、常駐適性も高いし、使ったかけらも最低限は回収できそうというところで、まあ、そこをどう判断するのかぜひ考えてみてほしいなと思います。ご質問ありがとうございました。お次参ります。じゃあいつも動画投稿ありがとうございます。楽しく見てます。楽しく見てくれてありがとう。パルさんのサブアカと同じ日に始めたことに気がついて、勝手に仲間意識がついています。心の友よ、初期勢ところで質問なのですが、ムシャーナのメインスキルの使用感はどんな感じですか？無課金で極輪の厳選はできておらず、スキルタイプではない子に金種を入れる踏ん切りがついてません。しんどいよね。使用感が良ければ早めに金種を入れて使用してみようと考えていますが、使用感がそこまでであれば金種を入れるのを後回しにして他のスキルタイプの子に使おうと思っています。下記のポケモンは金種を入れたい子たちです。ムンナ ABB オテスピ M キノミ S スキカク S オテスピ S スキカク M 身長色違いバケモンクレセリア AACスキカク S スキカク M 所持 M 所持 S 食 S 生意気バケモンサーナイト ABB お手ボ所持 S スキカク M 所持 L お手スピ S 生意気バッケモンキモリ ABB キノミ S スキカク S お手スピ M スキカク M 所持 L 穏やかバケモンみんなバケモンで、すでに金種を使用しているのはパーモット、デデンネ、ジバコイル、レベル6、ライコウです。ライコウも生意気で育てているため、夢のかけら&金種がいくらあっても足りないです。これからも応援しています。ということで、ちょっと一個、まず一旦いいですかみんなバケモンぜひともみんないつかね育ててあげてほしいなと思います。一旦おめでとうだね、これは本当にバケモンすぎてねびっくりしちゃったというところなんですがでまずムシャーナの使用感と誰に金種を使うといいかなんですけど、まずねムシャーナの使用感に関してはパルはね編成するタイミングが全然ないぜっていう感じですね。まあ本当はねタイミングは作り出すものなんですけど今ね私基本的にアンバーにいて、そこではねそれこそライコーパーモットを編成する機会は超多いんですけど、クレセリアがねほとんど編成できてないんですよね。本当にラピスに行けばさすがに朝から晩までムシャーナするんですけど、他のフィールドでも覚悟を持ってムシャーナを編成できるかどうかっていうのは一つ重要な要素だろうなとは思います。でね、集めるかけらの量も言うてめちゃくちゃ多いわけではないので、本当にいつかのクレセリアチームのためと思って育成できるか編成できるか、まず1個考えてみてほしいなと思います。本当に私は今週末にちょろっと編成しているくらいで、なんならマルノームもそんなもんという感じになってたりはします。で、メインスキルの種誰に入れるのかに関しては、とりあえずキモリは個人的には超絶後回しでいいのかなと考えてますね。まずもってそれだけ強いバケモンクレセリアがいるのであれば、ラピスはもうクレセリアチームで行くといいんじゃないかなと思うので、樹海院を編成する機会ってまああるか別にねクレセリアとムンナとサーナイトが強くてもその3体だけで成立するわけでもないし、別に樹海院を入れる機会はなくはないかまあとはいえ樹海院はかなり木の実の数ですが、ラピスにおいてはね本体みたいなところがあって、スキルが本体ではないとすら思っているところがあるので、やっぱり金種は本当に必要になってからとかでいいんじゃないかなと思いますね。マジで一番最後くらいでいいんじゃないかなとは思うんですが、いかがでしょうかで、今こもってるフィールドがラピスじゃないのであれば、
まずはね、ムシャーナ単体で編成してかけらを集めていくということになりそうだなとはちょっと思ったので、そうなるとムシャーナが1位になるのかな。サーナイトもね、パーモットがいるということで、まあ今すぐレベルを上げる必要も薄そうだし、ラピスにこもってるならクレセリアかなとも思ったんですけど、それはそれでムシャーナかも。でクレセリアってやっぱ育成にもめちゃめちゃ時間かかると思うので、まあ、とりあえず一緒に寝るだけ寝て、ベースはやっぱムシャーナでかけらを集めながら、それを使ってクレセリアを例えばミニアメブーストして、それなりに育ってきたら、まあ、木の実担当としてスキルレベルを上げていくみたいな、そういう順番になるかな。そんな気がしますね。本当にクレセリアはまあ間違いなくスキルが本体と呼べるような性能だと思うので、まあ、木の実 S もね、ラピスにおいてはめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、キモリとサーナイトって育った上でラピスに行く時に育てるのでよくて、まずはやっぱクレセリアが育ってからになる気はちょっとしてる。でサーナイトはパーモットがいるから、ひとまずそんなに必要なさそうかなと思えば、やっぱムシャーナが一番優先度は高い気がしますが、ねえ、ムシャーナに金種使うのってめっちゃ勇気いるんだよね。本当に強強クレセリアがいるので、いつかのためにもうここで覚悟決めようと思えるかどうか。そしてムシャーナを編成するのは気合です。そんな感じかな。まあ、本当にね、ラピス以外においてはエナジーにあんまり貢献できないポケモンを編成しててストレスないかとか、まあ、そもそも編成する余裕あるかとか、食材活かせそうかとか、そこまで込みで考えたりとか、いっそね、もうムシャーナ育てるからラピスにこもるぜってできるかとか、そういったこともね、合わせて考えてみてほしいなと思いますね。まあ、ちなみに私がムシャーナにメインスキルの種を使った時は、クレセリアいるから育てるかぐらいで使いました。さすがにね、かけらゲットだけが目的なのであれば別のポケモンをおすすめします。そんな感じですかね。どうだろう、さすがにもう誰か育ててるかもしれませんね。本当に遅くなりました。ご質問ありがとうございます。お次参ります。いつも動画楽しく拝見しております。ありがとう。ミント仕様についての相談です。先日、お手ぼ木の実 S、お手スピ S、性格ずぶといの元気回復量アップ、お手伝いスピードダウンの水ゴロをゲットしました。未進化のまま水訓波で運用しようと思っているのですが、パルさんならミント使いますか？私はどうしても控えめ以外のお手スピダウン性格が気になってしまいます。ということで、控えめはいいんだ。まあ、スイ君いるからかな。まずね、直感的に思ったのは、それこそスイ君前提であれば別にお手伝いスピード下がっててもいいんじゃないかなとはまず思いましたね。ミントを使うと日中にいつの間に育成で稼げるエナジーが若干増えることになるかなと思うんですけど、まあそもそも進化前の水ごろなので多少上がったところでちょびっとなのかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。まあさすがに2000時間リボンとかになったら若干は差が出てきますかね。まあでもね、お手伝いブースト専用みたいな感じであればお手伝いスピード下がってるデメリットも私はそんなに感じないので、ぜひとも他の子に回してあげてくれっていう気持ちではありますかね。どうでしょうね。ぜひね、まあもしあれだったら計算ツールとかでずぶといの性格を無補正に変えた時のエナジーとかもね見てみると良いかなと思います。そんな感じでご質問ありがとうございました。いやね、私も水君使いなので水ゴロをね探したいんですよね。まあそれよりワニの子探したいんですけどね。本当にそれはシアン EX で探そうかなと思います。お次の質問参ります。達米厳選がなかなか終わらないのですが、木の実 S プラスお手ぼプラス無補正所持数系などの個体か、木の実 S プラスお手スピ S プラスお手スピ M プラスやんちゃのようなお手スピガン上げ個体がいる場合、どっちを育成しますか？単純性能は後者なのですが、お手ぼ個体目指す方が多いので悩んでしまいます。ということで、なるほど、お手機のだけの
達兵衛かお敵のよりもシンプルに強い爆速の子かということで、どっちを育成するかねえ。まず一旦私の必殺技みたいな回答があるので、一旦ねそれを述べさせていただくと、そもそも選べないっていうねえ、クソリプなんですけど私にとってはね、どっちかが来た時点で厳選終了になるかなと思うので、まあ選べないというのはあまりにもクソリプなので一旦置いておいて、最初の質問者さんみたいに2匹とも育てるというのもありだと思いますよっていうのもまあまあクソリプだと思うので、それも一旦置いておいて、この2匹ならどうかですよね。そうねまずなんとなく印象だけで喋ると、スピードモリモリの子になるかな。やっぱね、木の実のポケモンって得意フィールドでめちゃくちゃエナジーを稼ぐっていうのがメインのお仕事かなと思っているので、周りのサポートがお仕事ではないとは思ってるんですよね。で、言うてこの2匹って多分ね、結構なエナジー差があるとは思うんですよ。それにお手スピモリモリの子の方が食材とかもめちゃめちゃ集められるでしょうし、やんちゃだと怪しすぎるんですけど、スキルも結構使えると思うので、特にね、鍋拡張を持ってるボーマンダってそもそも単体でもスキルのポケモンのサポートができる木の実得意とも考えられるので、いやー、私どっち育てますか1体だけですって言われたらお手スピモリモリかなこれがね、もちろんね、お手ぼの子が睡眠に EXP ボーナス持ってますとか、食材が今すぐ使いやすい食材ですとかだとまた話変わる気もするんですけど、印象はお手スピモリモリかもただね、うちのチームね、そもそもそんなに自力が高くないポケモンたちばかりではあるので、そういう場合どうなんだろう結局ね、それこそうちのボーマンダとかを編成しっぱなしにしてると全然料理とか回んなくなっちゃうんですよね。ヒーラーもあんまり強くないのでなかなか外せなかったりとか、そんな中料理チャンスもして鍋拡張重ねがけもして食材も集めてボーマンダも入れるってやってると、本当に料理がねすぐ回らなくなっちゃうので、結局そんなに常駐させられないみたいな感じにはなるんですよね。それでもね、例えば月火とかだけ、週の頭だけでも編成できていればいいとする見方もあるとは思うので、むずいね本当にチーム全体が十分強いのであれば、あとはなんか食材も AAA の子がいてすぐに目的の食材集められますとかであれば、もう自分の役割に特化したお手スピモリモリの子の方が、シンプルに強いしね、強そうなんじゃないかなとは思うんですけど、木の実のポケモンとしてそっちを目指した方が良さそうだとは思いつつ、お手ぼもお手ぼでやっぱ強いのでわからんちょっとねむずい。本当にどっちを重視するかになるかななのでぜひ他の手持ちのポケモンとその達兵衛たちの食材とを考慮に入れて考えてみてくれそんなね、最終的にもほぼクソリプみたいな感じで着地するというわからんで終わるというね、本当にちょっと申し訳ない、力不足でそんな感じではあったんだけど、どっち育てても強いと思うぜそんな感じで今回はご容赦ください。ご質問ありがとうございました。お次参ります。パルさん、いつも楽しく動画拝見しております。ありがとう。現在ラティラティがドラゴンで実装される可能性に鑑み、達兵衛の厳選を継続するのか、もう育成を始めるかで悩んでいるため相談させてください。無課金初期勢です。遅くなりました。無課金ね。個体 ABB 木の実の数です。食材確率アップ S お手伝いボーナス、スキル確率アップ S 最大所持数アップ S ワンパク、強え化け物だね。以下私の思う厳選を終了する場合の懸念点とメリットになります。まず懸念点、木の実 S プラスアルファ程度ではあるものの、レベル60バタフリーチルタリスがいるためアンバーの木の実要員が不足しているわけではない。ほう素晴らしい。
上のことも相まってラティラティがドラゴンタイプではなかった場合、急いで育てた意味が大幅に薄れる。なるほど。で600族なので育て直しのハードルが高い。わんぱくとはいえ食 S 持ちな上に ABB だが、生姜は他の子で十二分に確保できる上に現在の料理と噛み合ってない。わかる。で鍋拡張の補助にはあまり困っていない。素晴らしい。アンバーウトウトで達兵衛以外にすごく欲しい子がいない。はあ、厳選がもうだいぶ終わってるんだね。どっちにしろフィールドボーナス上げなどでもうしばらくアンバーにこもるつもり。なるほど。でメリット、お敵の最上級レシピほどの数を安定供給できるに至っていない食材の種類がまだ多くあるため、食材得意の厳選にサブレを回せる。これ以上の個体を求めるのは茨の道。フレンドポイント、フレンドレベル22。ラティラティがドラゴンタイプだった場合やアンバー EX でヤチを引いた際に活躍してくれる。まあそうね。近い将来生姜を使った最強料理が実装される可能性は十分にある。それは私もそう思ってる。レベル60以上にするにはまだ飴が足りないため、早くから睡眠経験値を入れたりアメブを利用することで早く楽に育てられる。むずいね。アンバー実装の少し前にアンバー用に妥協したミニ竜をミニアメブなどでそこそこ育てた後に、今60運用している採用個体が来てくれて育て直したといったことがありました。その経験のせいで二の足を踏んでしまっており、今はアンバーにいるうちはゆるゆる厳選継続しようかなと考えております。そのため客観的な意見をいただきたく相談させていただきました。動画のネタの一つにでもなればと思ってお送りしてますので、もし動画で使わないのであればご負担になっちゃうと思うので本当にスルーしてください。個別での返答不要です。長文失礼しました。これからも応援してますということで、ご丁寧にありがとうございますこれね、さっきの質問よりはしっかり返答できるのかなと思ってはいるんですけど、しかしながら一個ねちょっとクソリプの類を思いついてしまったので、一旦本当にしょうもないことを言うべきではないんですが、言うとですね、強いラティがゲットできるかどうかもわからんとマジでデリカシーなくない本当にちょっとね大変申し訳ないクソリプではあるんですけどそうね、そもそもドラゴン関連のスキルかわからない上に強いラティもゲットできるかわからないからねーっていうね本当に皆さん現実でこれ言うとマジで嫌われると思うので、私も含め思っても言うのはやめましょうじゃあなんで言ったんだよっていう話なんですけど、これね私の話、もう本当に私の話なんですけど、そもそも伝説のポケモンに限らず達兵衛とかでもそうなんですけど、全てのポケモンまともに厳選が終わると思ってないんですよねたまたまなんかすっごいの来たっていうなんかすっごい出会いあるじゃないですか。そういった時にその子をどう生かすかを考えるとか、何かしら方針転換をするみたいな、成り行きで考えながら遊んでいると言っても過言ではないので、ラティゲットしてから考えるのでもいいんじゃないかなとはちょっと思いましたね。しかもかなりあらゆる場面で現状そんなに達兵衛を必要としてなさそうなので、今の厳選自体も次のドラゴン島に向けてみたいなところはあるんじゃないかなと思うんですよね。もちろんねはちゃめちゃに強い子が来たら即座に育てるとは思うんですけど、少なくとも現時点でお敵のわんぱくで育てる利点はそんなになさそうっていうちゃんとした判断ができているのがもうすげえなと思うんですよね。素晴らしいと思うんですよね。私本当に無課金でお敵の木の実得意ね、2アカウント累計1900日ぐらいやってて1匹しかゲットできてないので、もう飛び跳ねて育ててると思うんですよそんなポケモンを前に、いや冷静に食材も微妙だなって、レベル上げないと今いる木の実の子たちより木の実エナジー稼げないなとかちゃんと判断できてるのでね、その判断が正しい気がするねえ、もうこれもクソリプというねなので本当に今育てるんだったらもうシンプルに次のドラゴン島に向けて育ててますよくらいの気持ちで育成を開始するか、ラティアスリサーチでアンバー行くかどうかとかを考慮してみてもいいのかなと思いましたね、うちにも今ねその唯一いるお敵の木の実得意がアチャモなんですけど、
そのアチャモがいるアカウントがクレセリアチームのいるメインアカウントなので、今育てる理由が本当に薄いんですよね。なのでまだ育てていなくってみたいな感じで、やっぱね活躍すべき時に育てたいなと思うので、アチャモと達兵衛だとね、飴の量とか置かれてる状況が全然違うかなとは思うんですけど、そうね、折衷案というか、ちょっと育成するのはどう一旦レベル30とか38とか、やっぱりこのわんぱくお敵の以上の達兵衛を無課金で探すのって相当難しいとは思うので、ミニ飴ブーストがある今のうちにちょっと飴節約してね、小づいておくというのはいかがでしょうかで、いずれ育てることにはなるんじゃないかなとも思うので、アメブーストできるときにちょっと育てといて、あとはラティゲットしたら覚悟決める。あとはラティのスキル次第で覚悟決めるとかでいかがでしょうかみたいなね、デリカシーのないクソリプからの中間択という感じで、本当にねミニアメブーストも始まっちゃってて大変申し訳ないんですけれども、本当にご自身でねめちゃめちゃいい判断ができてるんじゃないかなと客観的に私の目線から見ても思うので、大丈夫だと思うぜぜひね自分の判断に自信持って進めてもらえたらなと思いますそんな感じでいかがでしょうか。ご質問ありがとうございました。お次の質問参ります。パルさんこんにちは。いつも動画楽しく拝聴させていただいております。パルさんの癖の強い嘘っきなどが出てきた時の声かけなどに人柄の良さを感じて動画を見続けているものの一人です。ありがとうございます。ウソッキー先輩はちゃんと強いというのは皆さんもちろんご存知ですよね。癖は強いんですけど、木の実の数 S との相性はあんまり良くないんですけど、エナジーチャージのスキル期待値は電流さんと並ぶか、場合によっては超えてくるかもしれないという、エナジーチャージ M 界のスキル面で見たら最強格の一匹なのでね。はい、癖が強いのはシアンとかで出てくるからねえ、ということでちょっとね脱線したんですけれども、今日は育成に悩んでいるキモリが3体いるのですが、ぜひご意見と育成に踏み切る背中押しをしてほしくてマシュマロを送りました。よろしくお願いします。大変遅くなりました。リリース初期の方から遊んでいます。卵もコーヒーも困っていないので割愛します。かしこまりました。金種ぶっぱ予定です。1、レベル100まで好きなし型、最後までチョコたっぷり、性格おとなしい、サブスキルお手伝いボーナス、スキル確率アップ S、銀種使う予定、スキルレベルアップ S、最大処理数アップ L、お手伝いスピード M。 2、超大器晩成型、木の実 S って必須なの？性格おっとり、食材確率アップ、元気ダウン。サブスキルスキルレベルアップ S、 お手伝いスピード S、 銀種使うかも、スキル確率アップ S、 木の実 S、 好き角 M。 3、スキルガン上げ型、スキル以外もつまみ食い、性格慎重、スキル確率アップ、食材ダウン。サブスキル食材確率アップ S、 最大処理数アップ S、 スキル確率アップ M、 スキル確率アップ S、 元気回復ボーナスということで、気持ち的には1個体かなと思ったりもするのですが、樹海院は木の実が強いから木の実 S 欲しいよねというポケスリ民の方々の声を割と聞き、ほな2かと思いはするのですが、お手本を捨てがたく、3のスキルガン上げ個体も理想といえば理想なので育成に踏み切れず、過去のスキルウィークなども逃しまくってます。結局これよりもより良い個体が出るとも思えず、サブレも他の子に投げている現状です。そもそも100まで育てられるのか、飴があるのかなどなど問題もあるのですが、ハルさんでしたらどの子を育てますか？思い切って数体育成しますか？でねんで2体育成しているのでやればできるだろうというイメージはあります。以上よろしくお願いします。ということで、なるほどね。OK、 見ていきましょう。木の実 S なしのキモリたちをどうするかということで、この動画も途中でね、キモリは木の実 S が相当強いぜみたいなことを言っていたんですけれども、スキルもねちゃんと強いポケモンではありますので、そこはご安心ください。本当にラピスラズリコ班においては木の実の数 S がスキル確率とかよりも
強いっていうねだけの話であって、やっぱ他のフィールドとかでも編成したいよっていう風に考えるのであれば、やっぱスキルもりもりもめちゃめちゃいい選択肢だなという風に思いますね。金種も入れる前提ということなので、そうなってくるとやっぱスキル型の良さみたいなところも出てくるんじゃないかなと思いますね。でこの3匹なんですけど、感覚的には1かな。私もまあお手伝いボーナスがあるというのを高く評価した形にはなるんですけど、これもね途中の質問でそのお手伝いボーナスを取るかスピードもりもりを取るかみたいな話があったと思うんですけど、私ね基本的にはお手ボ大好き人間ではあるので、お手ボはね雑に強くて信頼感高めだなとは思ってますし、今回スキル型の樹海院は他のフィールドにもね出ていく機会が多くなるのかなとも思うので、そうなるとお手棒の強さみたいなところも出てくるかなとは思ったりしますね。でまあ樹海院自体がね全ポケモン中屈指の食材確率の低さなので、多分2番目に低いよね。一番低いのがプラスルで2番目樹海院だったかなと思うんですけど、ってなると出し続けてるとね本当にボーマンダの比じゃないくらい食材枯渇するとは思ったりもするので、そういった部分を補えるお手伝いボーナスを持ってる1番がバランスいいのかなというふうには思います。なのでいろんなフィールドを編成する前提だぜという場合は1で、樹海院が好きでもうレベル75まで育てる気満々だぜという感じであれば、最終的にはねもうそこまで育ったらラピス担当としてめちゃめちゃ活躍してもらえると思うので、木の実の数 S がある2、ラピスっていうかあれだね、次の草フィールドという感じにはなるかもしれないですね。そんな感じですかね。3の子もねサブスキルの種を節約できるのでかなりありかなとは思うんですけど、最初からね金種も使うつもりということで、ほなより強そうな子を育てますかっていうそんな印象ですかね。なのでその印象プラス途中で話してたねラピスのクレセリアのエスパーチームがどうとか、そういう要素も含めて最後選んでもらえたらなと思います。で複数育成するかについては基本的には木の実バーストのポケモンって自分のレベルも上がるほどスキルの火力も上がっていくっていう、ほぼ木の実得意みたいなポケモンなので、とりあえず1匹集中で育てるのがいいんじゃないかなとは思いますそんな感じでいかがでしょうか。ご質問ありがとうございました。 OK、 それではお次、今回ラストの質問となります。見ていきましょう。いつも動画楽しく見させてもらってます。パルさんなら今の環境でアロコンと原種ロコンどちらを優先して育てますか？すでにトドゼルが爆風雲は育ててますということで、アローラロコンこれはねホリデー意識ですね。毎年必ずホリデーが来ているので、今年も来るだろうということを考えると、年に一度の活躍だったとしてもホリデー EX に行くなら勝手に超強化される氷タイプの木の実得意ポケモンの価値はめちゃくちゃ高いんじゃないかなとは思ってます。本当にねホリデー EX 多分氷タイプはメイン木の実になると思うので、お手伝いスピードが 10% 短縮された上でスキルレベルがプラス4になって、スキル確率 1.25 倍、集める食材プラス1で EX のボーナスが氷タイプの木の実のエナジー 2.4 倍みたいな感じにマジでやけくそ強化が入るし、リサーチのかけら2倍ということを考えると、本当にね明確に活躍のタイミングが毎年ありそうなポケモンで、氷タイプをお手伝いブースト試しても強いですし、氷タイプでありながらアンバーとかにいても多少飴が集まるので育てやすいみたいなところまで考えると、めちゃめちゃ強いのかなと。アローラロコンどうですかという気持ちはありますね。ただ来年の今頃ってそろそろトープ EX とかのことを考え出すタイミングになるのかなとちょっと思ったりするので、来年の今この質問が来てたらトープ EX に向けて原種ロコンかなって言ってる可能性があります
まだね、若草以外の EX の仕様がどんな仕様になるかってはっきりしてないので、炎のポケモンがちゃんと活躍できるかも未知数なんですけど、3周年フェスティバルとかが終わったらシアン EX 来るかもしれないので、それぐらいになってからどっちか決めるとかでもいいかもしれないので、一旦保留保留って何ね、どっちがいいですかって聞かれてるのに保留っていうね。これもクソリプなんですけど、そんな感じで今のタイミングで考えるのであれば、私はアローラロコンかなと思いますが、グレイシアもね、強かったりとか氷の石を取り合うみたいなところがあるので、そうね、トープ EX の使用次第では原種ロコンも良さそうだし、エンテイがいるんだったらさすがに原種ロコンが優先されるだろうなとは思うので、そんな感じでシアン EX の仕様が出るまで待とうで、いかがでしょうか。ご質問ありがとうございました。OK。もしね、この質問された方が初心者とかであれば、初心者じゃなさそうな気もするんですけど、トドゼルが爆風は育ててますということで、わかんない。もし初心者なのであれば、トープで活躍できるポケモンって水五郎とかがね、ラグラージが追加されたりとかしているので、そこ込みでもアローラロコン、初心者の人にもアローラロコンをおすすめしちゃうかもしれないなとは思いますね。でグレイシアと氷の石使い合うんですけど、ホリデーってね、いいキャンプチケット使ってもいいぐらいの無課金であって、ダイヤ500ダイヤで買って使っていいんじゃないかぐらいのイベントだとは思っているので、キャンチケ使うんだったらグレイシアを出す理由もあんまないよなというような感じでお考えくださいそんな感じでご質問ありがとうございました。という全8件でした。本当に8件答えたんだろうか、私はと、こんな感じで、だいぶね、デリカシー情けなクソリプも飛んでくるんですけれどもそれでもよろしければ何でもご質問お待ちしておりますので、概要欄コメント欄の URL からご質問をお送りいただけたらなと思います。もしね、お急ぎの方はモンドのスーパーレター的なやつをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いします。そんな無課金初期勢が質問に答えてみたやつ、気のみ得意の育成相談でした。まだね、育成相談溜まっているので、なるべく急いで答えていきたいと思います。本当に大変お待たせしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みや参考になります。この質問シリーズね、本当に再生数に対してグッドとかハイプ多く頂戴できて、温かいコメントもたくさんいただけてるので非常にやりがいがあります。なるべくそれに応えられるように頑張りたいなと思います。めちゃくちゃ遅くなってますそれではもうね、ミニアメブーストあまりにも始まりすぎ込んでいるんですけれども、皆さんの育成の何かしらの参考になることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。